じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、もう画角は大丈夫なの？はみ出てないですか？おでこ切ってください。おでこ切らない。おでこ入ってます。入ってるんですか？まあ、川を流れてきた感じですかね。流されるまま。どっちかというと未だにまだ流されてるのかなって思ったりしますよ。一応具体的に言うと地元就職のはずだったわけですよ。そうですよね。ところが、国鉄職員だったんですけども民営化されて JR 社員になってで愛知県出されたわけですよ。もうまさに木曽川を流れてね流れのそうですよね。なんか多分湾に流れ着いたんでしょうね。そっから名古屋から東京っていうのは多分自力で沿岸を泳いだのかもしれないですけど東京に流れ着いてからもなんか照明あったりバイク便あったりそれはそこで出会った人たちに手助けしてもらったっていうのはあるんですけども、どっちかというと僕は流されてるのかなって気もしないでもないですけどね。流されてますよね。JR と縁を切られたのはなんか思いがあったんですか？そこって流されじゃないんですよね。そうですね。ただ映画館通いをしてるうちに映画監督と知り合ってその方から出てみないかと言われて一回俳優部役者として体験をしてあまりにも楽しかったもんだからまた戻りたくなってしまったというね一番良くないパターンですよ。そうですか。ちょっと遊んでやったらこいつ本気になっちゃったみたいな怖いタイプですよね。いやもうあれ大丈夫ですか？これフリッカー出てますよ。元照明部うるさいですよ。ちょっとフリッカー出てますよ。そうですよね。今日はそんな気分。なのでこのままだと流されっぱなしの人生になるんじゃないかと。いいんですよね。でもいいんですよ。特に本当に精神病むほどねになってるわけじゃないんででもいいんですけどでもこのままじゃまずいんじゃないかとは思ってはいます。まずいんですか？まずい。なんかねなんかこれ仮にですよ来月死ぬって言われるとなんかすごくやり残してることいっぱいある気がするなっていう。何が言います？いや本当にねいややっぱり俳優ってアーティストとは言われますけど誰かが書いた設計図シナリオにのっとって誰かが演出したものに合わせてオーケストラの一人ですよね。だからそれ自分自身なのって思うとなんかそれは誰かがこういうものを作ろうとしたものの一部でしかないだろうっていうそういう寂しさがあったりするわけですよね。それはそれで光栄なんですけどそれは僕ではないでしょうっていう。それが俳優さんの醍醐味でもないです。役どころでもやりますけどね。それは主演俳優は違いますよねまたね。なんかねこれが僕の脳内世界だっていうのを何かね一個でもいいから残したいですよね。って思いながら10年経っちゃってるんですけどね。まだ10年だと思えば諦める必要はないと。全然。そう最近やった監督がね今度公開する映画は10年がかりの企画ですって聞いてまだまだ僕も諦めちゃいけないんだなって
思いましたよ。楽しみにしてます。でもね、こうアイディアってでもやっぱりその時だからやれること、表現したいこと、これが10年後に同じなのかって言われるとね、やっぱり鮮度は変わってきますから、はい、でももしかするとその時に思ったことは10年後に大したことないっていうんじゃダメなのかもしれない、語り継がれないってことかなっていう。難しい。あれ結構喋ってるね俺。流されましたよ。結構喋ってますよ。もう7分いってますからね。答えになってるのかどうかもわからないですけど、史上最長いくかもしれないですね。だからこのままだと流され続けますが、はい、ね、どっかで歯向かってこう泳げなくては、流れに歯向かってみなければって思ってる感じですかね。思ってるだけですよ今は。ありがとうございます。応援してます。まあもうお分かりかと思いますけど、優柔不断です。それがいいんでしょうね。でも本当にね、田舎にいた頃を思ってもいちいちいろんな人となんかこう接してましたね。だから逆に言うと、誰が親友って言われると、あれみんな付き合い浅いなっていう。彼とはあの時期一緒に川行ったりしたんだけど、あれその後どうしたんだっけみたいな。なんかこう時期ごとになんだろう、遊んでた仲間が違う。だからそれ今思うと、今役者でいろんな監督のチーム転々としてるのとか、今一緒っちゃ一緒なのかなって。それがつながってるのはいいじゃないですか。僕も昔の友達もそれだけで終了だったりする人もいっぱいいるので、まあ逆にまた新しい人出てくるかもみたいなワクワクが、それはありますね。でも一番仲いい人は誰ですかって言われると出てこないんですよ。これが寂しくてね。猫とか言ってきましょう。家族ですか。でもそんなもんだと思います。僕もわかんないです。まあそれと一緒で、こうやってみたいことへの好奇心も多すぎて、どっちらかっちゃってるんですよね。いいと思うんですけどね。もうウィンドスタンドアップパドルサーフィンやってみたいと思ったら衝動買いして3回は行ったけど、それっきり飾ったままみたいな。そこそこでかいですよね。でかいですね。でっかいオブジェになってますね。なんかね、ボルダリングも、ボルダリング、俺は誰よりもボルダリングやるやつになってやると思って1回行ったっきりですよ。目標が高すぎるんです。目標が高すぎるからできなくなっちゃうんです。なんかね、その先物的な、誰も誰もやってないことにはやろうって思うんですよ。でも越されるともうやる気なくすんですよ。今 AI に興味があるんですよね。後でしましょう。やばいですよ。もう10分超えましたからね。結構喋るんですね僕。でも喋られてますよ。本筋じゃない気もしますけどね。これがキュッてなりますからね。いやまあだから悪く言うと、油断してると俺みたいになっちゃうぞっていう、俺みたいになっちゃうぞっていう例えがよくわからないのかもしれないけど、まあ後悔するよって。後悔してます？後悔してます？してます。そうなんですか？まあこんな僕ですらあの時こうしときゃよかったっていうことだらけですよ。そうなんですよ。油断結構してたんですか？してますね。高校時代なんか寝てばっかりいましたね。
高校の時はいいです高校の時はいいですもうね早く飯食ったらもうそのまま寝ちゃってたから翌日ね友達が「オールナイトニッポン」だとか深夜番組の話するわけですよ。ついていけなくてこのままではまずいって思いましたよねそして今も結構それに近い状態になってきててもう9時10時に寝るようになっちゃってそれは健康的にいいと思います。だからそれもね考えるんですよ。何かをね残さなきゃいけない、残したいと思ってるんだったら寝てる場合じゃないだろうって思うのに、でも長生きもしたいんですよねいいですよね、かっこいいです。だからそれは本当にどっちなんだろうと思いますけどね。長生きする秘訣は寝ることですよねって言われますからね。でもね半分の自分はもっと生き急げよって思うわけですよ難しいな。人と同じことしてたら何も変わらないよっていうね、だから分かってるんですよね、そういうのは。2人の自分がねせめぎ合ってる文句言い合ってるだけですけどめっちゃかな。そうですね。まあでも本当にまあ真面目なことを一つ言えば、自分が好きなことには誠実であれと、これなら使える使えるそこがドンってきますそこがドンってきます。まあこんな僕でも映画を好きになって、下手すれば無理して映画館通ってた時期もあるわけですよ。1日映画を3本見ようなんて。でもね、夜勤明けの3本なんてねほとんど寝ちゃうわけですよであまりにも続けてみるとなんかこうもうみんな断片化しちゃって見すぎて覚えてないってことも起こるわけですよね、もうちょっとこういい距離感で映画と付き合ってればいいのにって後悔もしましたけど、でもそのことによってやっぱり映画関係者とも知り合う機会があったりとかしたわけで、まあやっぱり仕事終わった後に、休みの日にね、当時 JR 時代でも相部屋の人は毎週スキーに行ってたところ、私は映画館に行ってたわけですよ。それが今につながったと思えば、そうですよね。やっぱり他の人とは違うことに、自分の好きなことに誠実ではいたということですよね。大事です。それがこう何かにつながるかもしれないと、僕の実体験で言えばそれしか言えないです。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしいですね。いいまとめのようになりましたね。なりましたね。もう15分ですけど。ありがとうございます。いいですね。これですよ。これのが聞きたかった。これが聞きたかったですよ。さすがですね。全然講演会できますよ。そうですか。僕ね、本当に役者やってこういうことだったんだって思ったのが、セリフ言えるまで練習するじゃないですか、学生時代からそのノウハウを使ってれば、歴史とかね覚えなきゃいけない学科もやれたじゃんみたいなそこでもう覚えるということがもともと好きじゃなくて、来たのになんで役者になったんだろうっていう。やっぱり映画が好きだったからですよね。そうなんですよ。でも映画が好きで映画に移りたいと思いましたよ、でも喋りたいと思ってたかどうかはちょっと疑問系なんですよね。なるほど。じゃあ本当にサイレントのやつがいいですね。むしろサイレントの俳優だったらもうね、任してくれだったかもしれないですね。それまだ今からあるじゃないですか。これから作ればいい。これから。なるほど。3回塾みたいな。いや新藤兼人監督の裸の島みたいな、だってね、セリフなし一緒に暮らしてる人間がめちゃくちゃ喋ってるかって言ったらね、そんなことないよね、特にそういう農家とかそういうのね。いいね、喋らない映画。そうですよ。
何かを掴んだ気になってまた明日忘れてんだね。思い出してください。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい